三方石観音となります。でこれまっすぐ行きますね。ここの、石観音様は、手足の効能のある、効能って言ったら変な温泉じゃねえけど、そういったご利益というか、そういったなんていうんですかなんて言われるんですか、これはがあるところなんですけども、その奥の方にですけども林道が続いてるそうです。で今回からしばらくは行き当たりばったり、もうその辺の地図を見て、あ、ここなんか面白そうだなっていうのを見つけたらスッと入ってきますんで、全く本当何も知識ありませんので、どういう道なのかも分かりません。そういったスタンスでやっていきますね。よろしくお願いします。ここからは、本殿から離れて奥の院の道と書いてありますね。ここ入っていきます。石観音様の奥の院、そうか、石観音様の奥の院があるそうです。で私実はね、昔ここ来たことあるんですよ。その奥の院へ行ってみようと思って。でうちの父親母親とうちの子供と親子3代で来たんですけども、その途中でねめちゃめちゃヘアピンカーブのとこがあって、そこからもう登れなかったんですよ。 FF フリードでもう空回りして急斜面で諦めたっていう経験があります。相当ちょっと焦った記憶があります。しばらくは早送り状態かと思います。なんか路面がボコボコですね。なんかそしてここからなんか急斜面になってきてるような、そして看板が出てまいりましたね。ありました。林道三方支線起点、支線なんですか。奥の院まで 200m。 そうそう、ここですわ。多分この辺多分。そしてなんかここになんか怪しいことが書いてあります。注意、この先奥の院拝殿へは徒歩でおよそ 200m、 軽トラ以外は U ターンできません。まあ軽トラじゃないけど軽なんで行かせてもらいますね。ここやったかな。はい、じゃあその奥の院拝殿まで軽トラはいいみたいなんで行かせてもらいます。確かここだよ、これ。あ、ここだよ多分。あ、これはこれは無理だ。これフリードで行こうとしたんだよこれ。そうだ。もうえらい目になったんですこれ。ほんでその頃にはその看板なかったんですよ。これめっちゃ急斜面だけど、この辺はやっぱパジェルミニさんね、余裕でクリアできました。フリードの時はもうあそこの U ターンのとこで片輪浮いちゃいましてね、前片輪が浮いちゃってもう空回りして動かなかったんですね。かといってバックもできずみたいな感じで相当えらい目に遭いまして、親子孫みんながねすげえ焦った記憶があります。おおあ、近いんだね。でも道ないのか。奥の院ですね。あ、滝がある。ここはここまでなんだ。では奥の院ですね。そして道がこんな感じで、まあ U ターン確かにここはできないわな。これは確かに軽じゃないと U ターンできんかな。まあフリードでなんとかいけるかな。看板の通り入ってこない方が得策ですし、まず入ってこれないです。なかなか拝むことできないと思います。ここは絵になりますね。なんかこの滝とこの朱色のコントラスト。ちょっと足の悪い知人とかいますので治りますよね。まあ歩いてくることを望みます。この先もなんかあるね。だけどここは行きません。
どうですかね。でもまあ普通車はきついかなと思うんだよな。これ軽ならいけると思うんだよな。よいしょ。なんとかフリードならまあ来ても別に問題はないかなって感じですね。じゃあ奥の院を後にしまして、本来の林道の方へ行きましょう。三方線って書いてありましたね。そちらの支線って書いてあったからな。本線とはまた別なんだ。はい、じゃあそういうことで林道の方行ってみましょう。はい、では参ります。でもなんか幸先すごい先からこの橋崩れそうな橋やな。怖いな。はい、おっとちょっと石が角張った石が結構転がってるぞ。4区コンクリ舗装してあるんだけどちょっとね枯れ草がひどい。これ多分砂防ダムかなんかのために作った道なのかな。それに対しての視線なのか。でも結構ハーディーですねこれ。あらら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 。おお、これちょっと結構険しいですね。なんやろ、なんていうんか、険しいっていうのが舗装はしてるんやけどなんか不穏ななんか感じですね。草がいっぱいあって草だよねって思ってる中にでかい角石があるんですよ。まあ若干の緊張感があるから面白いですね。で左端に一応溝が切ってあるので、その路面があまり濡れていないというのが助かります。まあ面白いんじゃないですか。安全に配慮して走れば面白いかと思いますけども、ただねタイヤが気ぃつけんとやばいですよこれ。ちなみに私スペアタイヤ背面タイヤともう1本積んでますね。それぐらいしないと怖くて走れねえよ本当に。でもまあ僕が思ってた以上には楽かなって思います。ダートじゃなくて舗装林道だけど滑るぞみたいな。これはこっちか。ここ橋狭いんだよね。橋が狭いんで逆に怖い。まもなく分岐点かな。これねまっすぐもあるけど行かないです。でもねここはやめときますわ。先が長いんで今日はこちらの方行きます。というのがただいま美浜かな嶺南、福井県嶺南ってとこなんですけど、京都の舞鶴まで、行かなきゃいけないんで、あまりここだけで時間を取ってられないっていう感じなんです。で一応今回しばらくは車で行ける範囲のとこまでということでやってまいりますんで、倒木とかあったらごめんなさい終わります。ここ怖っ。道あんのか。道がないんかと思うぐらい。おおちょっと待てやパジェルミにでもなんかケツつったぞ。
でもガードレールがあるっていうことはこのガードレールの下が危ないっていう意味だね。多分相当危ないから置いてあるんやと思います。結構急坂。いやこれ一般人の人はめっちゃ怖いと思います。これ僕も若干不安を感じます。なんか知らんけど得体が知れない何かがあります。何やろ、なんか雰囲気的っていうか、その何やろ、地形的な問題で怖い、なんかがありそうな、なんか不穏なんですよね。わあこういう感じがここすごい、下がって上がるって、これオフロード車じゃないと絶対上がれない今の、これこそフリード無理ですわ。今の路面が下がって上がってるんですよ。なんでバンパー、前後バンパーが吸って多分それで下手するとバンパー取れるかもしれないですからね。まあ抹茶ね、千原木仕様は完全にアウトですねまあここまで来れんやるけど、で間もなくまた分岐点があるみたいですね。でもまあなんていうんか、雪はまあまあ降るのかな、ここら辺は。ただまあそんな嶺北ほどは降らんと思うんですけど、そういった点でなんか荒れ具合がないというか、なんだこりゃ、展望所です。そして右周遊コースって書いてある 2150m、 こちらの先へ行くと、さっきのこんなとこ行けねえよって言ったガタガタ道の林道へつながるみたいですけど、これは車道じゃないな、この狭さへと。これは徒歩道ですね。現在地がこちら、でこの上行くと第三展望所、簡易作業施設で、先ほど奥の院でしょ。このマップ自体が古いのか、さっきの奥の院のここを今上がってきたんですね。多分この川沿いかな。でここがさっき、この上は今日時間内でやめますって言った道がここですね。これが結局現在のここにつながるわけですね。なんでここは新しくできたんですね、おそらくね。で結果的にはここから下へ行くとこっちへ行くか、石観音の本堂ど真ん中出るんだけど、これいいのかな、これ歩道って書いてあるけどってことはこっちは行かん方がいいのかな。まあ行ってみよう。これは三方五湖かな。でこちらは車で上がるようなところではございません。はい、それではこちらからさらに奥へ向かいます。でもここは道幅的には車道だね。聞かせてもらいます。いや違うか、歩道か。歩道かなこれ。これは歩道だな。これ歩道だね。これね、車道とは言われんな、この狭さ。そしてトレッド幅、これとこれですから車道じゃないよね、これ。なのでここまでが、林道支線なんじゃないかなと思うんですよ。でも林道支線ってことはなんだよ、本線あんのかこれ。結果的にはここまでが、林道ということで、車道としてはここまでということですね。ただしこれはね、マジで黒缶4駆じゃないと来たらダメですわ。多分 SUV、 それこそハイヤーさん来たら絶対、バンパーもげてますこれ、走るけど多大なるダメージを受けてえらい目に遭うと思います。じゃあ戻りましょう。
まあどんなギャップかっていうのを見てもらうためにカメラを置いてみましたけども、よいしょ。ここはぐわーってこんなんですよね。これ今わざとちょっと角度つくようにして着てるってのもあるんですけど、ほら結構ここなんかひどくないですか。あ、ここもだよ。ここはまだいいかな、どうかな。でもこれどう、これ今まあちょっとわざとまっすぐ入ってるんで、もうこんな斜めに行きゃまだマシなんですけど、わざとねこんな感じで、おお吸ってんじゃん。あ、吸ってるとあれか、マットガードが吸ったんか。クロスオーバー的な SUV では多分傷めますね、まあなんとかバンパー割れないとしても傷は必ずつくと思いますわ。はい、そういったわけでこの一観音の山の上はまあとんでもない山道だったっていうお話でした。でこの先のここの一観音さんについてはちょっと今からサブチャンネルの方で若干だけ話題出しておきますんでよろしくお願いします。ということでよろしくお願いします。ということでありがとうございました。バイバイ。